さくら、どうした？階段から落ちるなんて何が。頭から血？おい、さくら、目を開けろ。これから生放送だぞ。いやいや、ちょっとこの状況で生放送とか言ってる場合じゃないっしょ。あんたマネージャーだろ？鬼畜かよ。警備員さん、救急車呼んで。余計なことするな。外野は黙ってろ。桜はうちの事務所で一番の期待の星なんだ。おい桜、起きろ。こんなつまらんことでつまずいていいのか？これくらい大丈夫だろ。おい桜、起きろ。行くぞ。俺の職場であるテレビ局の階段で激しい修羅場が起こっている。小さい事務所に所属する今をときめく女性タレントが階段から転落。頭を打ったのか出血もあり動かないらしい。すごい音がしたのとマネージャーらしき男性の大声で人が集まり、救急車を呼ぶ呼ばないで大騒ぎなようだ。駆けつけた俺は動機が収まらなかった。女性タレントのマネージャーは相変わらず救急車を呼ぼうとする周囲につかみかからんばかりに怒鳴っている様子。いても立ってもいられず、俺はある行動を起こすため駆け出した。俺は田畑博樹。テレビ局の警備員をしている40歳だ。以前は別の仕事をしていたのだが、訳あって辞めてしまった。訳あってというか、仕事が増えに増えて疲れてしまったというのが正しいかもしれない。とはいえ、働かなくては生きていけない。何かシンプルな仕事をと検討した結果、たどり着いたのがこの警備員という仕事だ。事務作業に精を出し、巡回で局の隅々まで足で巡って体も動かせるこの仕事は、今の俺には合っているように思えた。もちろんテレビ局勤務などで芸能人も見かけることも多々あるのだが、その中でも飯塚さくらという女性タレントが印象的だった。彼女はモデル出身のタレントで、最近は恋愛ドラマで主人公のライバル役を務めて女優としても評価が高い。要するに、これから売れること間違いなしな人物だ。うちの局にはレギュラー番組の撮影でよく来ているらしい。オフでのファッションや食事を載せた SNS が若い世代に受け、モデルにタレントに女優とマルチタスクをさらりとこなす。ファンの皆さんのおかげで毎日とっても忙しくさせてもらっているので、ご飯ってどうしても適当になっちゃうんですよね。なので今日グルメ番組に呼んでもらえてとっても嬉しいです。ご当地ご飯楽しみ。私最近ちゃんと新聞読み始めたんです。今更とか言わないでくださいよ。昔はネットニュースでさらっとくらいだったんですけど、何社か読み比べすると面白くって。雑学も増えたと思います。なのでクイズも得意になっているはずです。多分。なので今日は負けませんよ。何のジャンルの番組で見ても明るく笑顔の飯塚さくら。悪い流れの話の振り方をされても決して他人を貶めることを言わず、さらっと別の話題に切り替えて場を盛り上げる。決して出しゃばらず、おごった空気を見せず、浮いた話を一つも聞かない。そして、俺たちのようなテレビ局のスタッフですらない警備員にも挨拶を欠かさない。若いのに人ができている、すごい、と俺は感心するばかりだった。どの分野においてもファンの多い飯塚さくらだったが、見かけるようになって数ヶ月も経つと違和感を持ち始めた。廊下を歩きながらのため息や、自販機の前で長く立つ姿をよく見かけるようになったのだ。撮影場所の巡回をしていてもなんだか顔色が良くない。加えて初めて見かけた時とは何か違うようなそんな気がするのだがうまく言葉にできない。言葉にできないとは言うが、俺たち警備員は契約上、芸能人との接触は最低限。私的接触は厳禁という規定がある。そのため特に何をするわけでもなく、俺は他の芸能人に対するのと同じように、ただ挨拶をし続けるだけだった。ある夜、特番の撮影で飯塚さんがテレビ局に訪れた。いつものように挨拶をして通り過ぎようとした俺だったが、すれ違うその瞬間に彼女はぐにゃりと地面に座り込んだ。足でもひねったかと慌てて隣にしゃがみ込んだ俺はすぐに異変に気づく。両足はしっかり地についているものの顔は白く小刻みに震え、息は上がり、肌寒い夜だというのに汗をかいていた。大丈夫ですか？よろしければ車椅子を持ってきますが。
これが俺が飯塚さんにかけた挨拶以外での初の言葉だった。大丈夫です。車椅子はちょっと、今日忙しくてご飯食べるの忘れちゃって。もう撮影行かなきゃ。白い顔で愛想よく答えたつもりだろうが、何も安心はできない。さくら、ミーティング始めるぞ。早く来い。廊下の向こうからマネージャーが顔を出し大声を響かせる。その声に向かい何とか立ち上がろうとしているその姿には決意を感じるが、どこか影を残していた。彼女たちは事務所にとっては大切な商品であるため、重大な疾患が隠れていないか定期的に健康診断を受けている。根本的な病気の可能性を除外した上で、本人の言葉とマネージャーの態度を加味すると、彼女は今どういう状態なのだろう。少しだけ考えた俺は制服のポケットからスティック状パッケージになっている未開封の飴を取り出した。さっき売店で買ったものなんですけど、これよかったら。食事の代わりにはなりませんけど、撮影ぐらいならしのげるかなと。すみません、こんなことしかできず。飯塚さんは大変驚いたようで目を丸くさせている。おそらく今彼女は低血糖だろうと俺は考えた。本来警備員が芸能人に直接物を渡すのはご法度だ。それでも俺は目の前で震えながら仕事に向かおうとする彼女を放っておけなかった。これは本来ならマネージャーに報告すべき事案だ。しかし彼はしゃがみ込み具合が悪そうにして警備員に声をかけられている飯塚さんを見てもミーティングのことを叫んだだけだった。彼に伝えて何とかしてくれるとは思えなかったのだ。ありがとうございます。いただきますね。お気遣い本当にありがとう。パッケージをしばらく見つめた飯塚さんは飴を受け取るとスッとバッグに忍ばせ、よろける足取りで控え室に向かっていく。巡回のコースから外れるため、ついていけず見守ることしかできなかったが、仕事をしていても彼女のことが気になって仕方ない。飴を渡したことが会社や局に知られたら咎められるかもしれないが、それはどうでもよかった。ただあんな顔色と足取りで仕事に向かう飯塚さんが心配でならない。しかし、俺が渡した飴で本当に撮影はしのげたようで、飯塚さんは帰り際にひっそりとお礼を言いに警備室まで来てくれた。笑顔で帰っていく彼女に安堵はしたが、俺の心にはモヤモヤが残り続けていた。飴を渡してから2ヶ月余り、年末の特番で大忙しの時期が訪れる。俺は見かけるたび、ひっそりと飯塚さんを気にかけるようにしていた。気のせいか気だるげに見え、怒りっぽくなってきているような気がする。挨拶だけはいつも通りしてくれるのにな、と思いながら、俺は今日も彼女を見送る。その後俺はいつも通り事務仕事を終え、巡回を終え、記録をつけて勤務の終わりを迎えた。着替えも終え、コーヒーでも買って帰ろうかと局内の自販機に向かった時、それは起こる。俺の耳にまず届いたのは女性の悲鳴だった。続いて男性の怒号。周りの人たちが数人バタバタと声の元にかけていく。勝手に届いてくる声を聞けば女性が階段から落ちたらしい。夜中のためかそこまで人の気配もなく、ここでただコーヒーを買って帰るのも気が引けた俺は迷いながらも声の元に向かうことにした。仕事は上がったとはいえ、俺はここの警備員。人手があった方がいいと思ったのだ。騒動の中心に駆けつけてみると、横たわる女性が一人と怒号を飛ばし合う男性が二人いた。横たわる女性。あれは飯塚さくらだ。どこか怪我をしているのか、顔には血がついている。怒鳴り合う二人のうち一人は飯塚さんのマネージャーだ。そしてもう一人、あれは誰だったか。だから、救急車呼びましょうよ。飯塚さんは意識ないんですよ。血だって出てる。この状態で起こして生放送とか正気かあんた。黙れ。お前みたいな芸能人の端にも置けんやつに何がわかるんだ。頭打って失神とかよくあることだろ。安静にしておけば問題ない。おらやじ馬もつれ。たかが動画作って有名になったぐらいで芸能人気取りか。芸能界舐めるなよ。そうだ。動画クリエイターの北斗だ。
動画配信アプリでダンスや歌やトークを投稿し、その整った容姿も相まって人気はうなぎ登りの配信者だ。テレビに出る印象はほぼない彼だが、確か飯塚さんと同じ年末特番のゲスト枠に出演予定だったはず。声を聞く感じ、なかなかに芯のある男性のようだ。いいっすよ。マネージャーのあんたがそこまで飯塚さんに無頓着なら、俺が勝手に呼びますから。KB さん、いいっすよね。俺かけます。おい待て。勝手なことをするな。桜は大丈夫だと言ってるだろ。最近めまいがするとかでよくふらついてたんだ。今回もすぐ立ち直る。警備、お前らも動くなよ。大臣になれば今日の撮影はパーだ。あんたマジかよ。そんな状況じゃないってのがわかんねえのか。北斗とマネージャーがスマホを奪い合い揉み合っている中、誰も倒れた飯塚さんに近づけないでいた。それほどこのマネージャーの様子は異様だったのだ。周りもどうしたものか困惑しているのが目に見えて明らか。警備員もおそらく負傷者発生を報告はしたものの、マネージャーの興奮ぶりから次の行動を戸惑っているように感じる。遠目に見た感じでも飯塚さんは目は薄く開いているが焦点が合っておらず、ほとんど動かない。これは2ヶ月前とは明らかに違う。こんな言い争いで時間を潰していてはいけない。俺はそう感じた。とはいえ俺は警備員。状態確認と救急への通報。それぐらいしかできない。本当にそうなのか？気づくと俺は揉み合っている二人を押しのけて飯塚さんのそばに座り込んでいた。おい田畑、お前。あ？なんだお前は。桜に触るな。突然私服で現れた俺に驚く同僚の言葉に、北斗と揉み合っていたマネージャーが気づき罵声を浴びせてくる。だが俺は気にせず飯塚さんに触れた。意識は反応がないわけじゃない。刺激には反応あり。脈は速い。けどしっかりしてる。頭の傷は血の量の割に浅いしきれ。階段で切ったんじゃないな。このヘアアクセかな。岸辺、猫だ。救急車呼んで。川野、念のために AED を持ってきてくれ。正面入り口の脇か3階のエレベーターホールにある。俺は同僚を名指しすると具体的に指示を出した。はっとした顔で同僚たちが走っていく。当然、マネージャーが火山のごとく怒号を飛ばしてきた。勝手なことを。お前警備員か？お前らの会社にそこまでの権限あんのかよ。マネージャーの俺が呼ぶなっつってんだよ。北斗さんでいいんでしょうか？どこかでジュース買ってきてもらえませんか？甘ったるいのと果汁 100% のを一つずつ。ストローも頼みます。俺は顔を真っ赤にさせて怒鳴り続けるマネージャーを無視し、飯塚さんの状態のチェックと指示出しを続ける。北斗は突然現れた俺にしばし目を点にさせていたが、すぐにウサギのように駆け出していった。彼の方がよほど話が通じる。若いのに大きなパニックにも陥らず大したものだ。お前、いい加減にしろよ。桜は控室に連れて行くからな。あとは知らないぞ。マネージャーが桜を抱きかかえようと手を伸ばしたのを俺は叩き落とす。頭を打っている可能性があるので触らないでください。あんた、マネージャーなのにまだわかんないんですか？俺は自分でも驚くほどの低い声を響かせながらゆらりと立ち上がる。2ヶ月前の飴の一件といい、この男の飯塚さんの扱いに俺は我慢の限界だった。倒れて返事もしない女性を目の前にして、何という言葉と態度だ。この女性、だいぶ体打ってますよ。頭こそ直撃は避けたみたいですけど、出血もありますし、意識も曖昧で脳にどんな影響があるかわかりません。あなたが思ってるより状態はひどいですよ。おまけに低血糖の症状がひどい。彼女、ずっと過酷なダイエットしてませんか？マネージャーはびっくりと肩を震わせ、目を泳がせ始めた。あなた、前から飯塚さんが具合悪そうなのをずっと見て見ぬふりしてますよね。まさか、あなたが指示してます？
そんなわけないですよね。お宅の看板タレントですもんね。この間に北斗がジュースとストローを持って駆けつけてくる。俺はスポイトの要領でジュースを少し吸っては、飯塚さんの口に垂らす。むせることを防ぐため一気には入れず、染み込ませる程度だ。そんなこと、俺はただ、私は桜のために、この生放送の貴重な機会を逃してはならないと。この状態の人間を今から生放送？何言ってるんですか？そんなこと思ってるの、今この場であなただけです。挙手でアンケートでも取らなきゃわかりませんか？ここで初めてマネージャーは周囲からの冷めた目線に気づいたようだ。中にはスマホを向け撮影するような動きをしている人もいる。お前ら、今撮ったやつを流出させてみろ。肖像権の侵害で訴えてやるからな。こんなフラフラの飯塚さんに出演強要？いっそ傷害罪とかになるか？戻ってきた北斗も再びマネージャーを睨みつけ、あわや再戦かと思った時、救急車が到着したと同僚が駆け込んできた。連れられてきた救急隊員に事態を説明していると、運ばれている飯塚さんの方からうなり声が上がる。マネージャーが桜を救急車から降ろそうとしているが、救急隊員に止められ、ついには救助の邪魔だと警察への通報を言い渡され、やっとおとなしくなった。俺も飯塚さんの意識が回復したかと思ったが、確認する術もなく、救急車のドアが閉められる。少なくないやじ馬を残し、彼女を乗せた救急車はテレビ局を去っていった。結局飯塚さくらはその日の生放送を急病で欠席。しばらく療養という発表がされた。公にはそれ以上の情報は出ていないのだが、実際は低血糖と軽い脳震盪の合わせ技に加えて、精神的に不安定な様子が見られたために入院となったらしい。飯塚さくらは隠れて付き合っていた恋人の存在をマネージャーに知られてしまい、歪んだ美意識を持つ彼から過酷なダイエットを強いられ逆らえずにいた。俺が飯塚さんにずっと感じていた違和感は、栄養不足に低血糖がもたらしたものだった。そして俺が差し出した飴を受け取ってくれたのは、パッケージにノンカロリーとシュガーレスが書いてあるのを読んだからだという。知識がないまま言われる通りに過ごし、自分をないがしろにしてしまったと悔やんでいるそうだ。なぜ俺がこんなことを知ったかというと、北斗が話してくれたからだ。昔から桜は根が真面目っすからね。俺のためとかファンのためとか言われて逆らえなかったって言ってました。面会に来た所長に全部打ち明けて、あのマネージャーは処分するって約束してもらったらしいっす。あ、これ桜からのビデオメッセージっす。本当は直接言わないといけないのに申し訳ないって言ってたっすよ。ある日、仕事帰りの俺を北斗がナンパしてきたのだ。彼は芸能人ではないため、警備員と私的接触をしても、俺の就業規則違反にはならないのではないかという彼らなりの考えらしい。そう。飯塚さくらが隠れて付き合っていた恋人というのは北斗のことだ。飯塚さんに応急処置を施した感謝と迷惑をかけた謝罪をビデオメッセージにして北斗に託してくれたらしい。北斗の撮影スタジオとやらに案内された俺はメッセージを見せてもらうとともに飯塚さんを中心とした詳しい話を聞かせてもらうことになったのだった。しかし、田畑さんでしたっけ？警備員さんなのに応急手当の手際良すぎっすよ。実は元救急隊だったり？それとも元自衛隊？興味津々に顔を覗き込んでくる北斗を前に、俺は久しぶりに昔のことを思い出していた。実は俺は精神科病棟に勤めていた元医師だ。医師家系の家に生まれ、それなりの期待を受けて育ち、医師になりたいという意欲はそこまでなかったものの、教科書をたどるようにして俺も医師になった。それからもごく普通に働いていたのだが、俺が担当し、寛解を迎えた患者が書いた闘病ブログの漫画が流行って書籍化までされ、なぜだか病院や個人を特定され、カリスマ扱いされたことで俺の環境は一変する。俺の診察を受けたいと指名で予約を取ってくれる人が増えたのはいいのだが、精神科は医師本人の腕より医師との相性が大事である。
そこがいまいち伝わらず、診察を受けたのに全く良くならないとかカリスマなんて嘘っぱち、売名行為、ただのやぶだという低評価を超えて誹謗中傷が相次いだのだ。加えて病棟で一緒に働く仲間からは、人間の一番繊細な部分を扱う仕事なのに目立ちたがると白い目で見られる日々。精神科ってただでさえ後ろ指さされることを恐れて受診したがらない人も多いのに、田畑先生悪目立ちするなんて最悪。俺はただ患者さんを救うべく働いていただけなのに、特別なことは何もしてないのにこの言われようだ。もともとそこまで熱意があったわけでもない俺が自暴自棄を起こし、退職を申し出るまでそう時間はかからなかった。そして今の仕事にたどり着いたわけだが、今思えば少し医師の仕事に未練も残っていたのだと思う。巡回をしていて、時折見かける医療系の小物やセットに目を取られる自分がいることには気づいていた。自分で辞める決断を下し、満足どころかせいせいするぐらいの気持ちでいたのに、人間の心は不思議なものだ。マジっすか。田畑さんガチのお医者さんだったんすね。俺が話している間、北斗はずっと聞き役に徹してくれていた。普段は配信者で喋る側なのに聞く力もしっかり持っている北斗に人柄の良さを感じる。俺は医者の世界は無知なんで失礼言ってたらすみません。田畑さん自分のことを熱意がある医師じゃないって言ってましたけど、ただ熱意がないだけならそこまでなれないっすよ。そんなんならブログがバズって患者が増えた時点で萎えます普通に。どっかでやりがいとか楽しさは違うかな。なんかそういう前向きな気持ちがあったんじゃないですかね。北斗は言葉を選びながら励ましてくれた。だって桜に診察みたいなこともして助けようとしてくれたじゃないですか。俺なんて彼氏なんだから一番気づかないといけない存在だったのに、あのマネージャーの言葉で頭に血が上っちゃって、田畑さんが一番めっちゃ冷静でした。手際も良くて指示も的確。あれは警備員じゃなくてまさに医者の所業です。田畑さん自分で思ってるよりしっかり医者なんですよ。俺は胸のどこかがじんわりと温かくなるのを感じた。そうか、俺はしっかり医師だったのか。俺みたいなやじ馬精神丸出しの部外者にそんな話聞かせてくれてありがとうございました。よかったらこの話、桜にも聞かせていいっすか？多分気になってると思うんす。安心してください。他に載せたり喋ったりは絶対しません。そこはクリエイターとして誓うっす。その代わり、俺と桜の関係は内緒で頼みますね。田畑さん、桜を助けてくれて本当にありがとうございました。深く頭を下げる北斗。彼が心の底から飯塚さんを大事に思っていることが伝わってくる。北斗がいれば彼女はおそらく大丈夫だと俺は思った。これは俺個人の思いか精神科医としての判断かはわからない。俺のことは隠すことでもないため、北斗の依頼を承諾しスタジオを後にする。外は暗かったが、俺の中に灯った何かはまだ明るく輝いていた。その後一度だけ北斗と警備会社を通じて飯塚さんから直筆の手紙をもらった。北斗から俺の話を聞いて思うところがあったらしい。手紙によると、飯塚さんは小さい頃から親の意向でキッズモデルなどに応募させられ、事務所に入れられ、言われるがままに活動してきた過去を持っていた。人気が出てきてからも事務所に言われるがままに仕事を受け続け、今や自分が何をやりたいのかわからなくなっていた。そんな中、幼馴染であった北斗と再会し、励まし合っていたところで恋に落ち、それをマネージャーに知られたことで、看板タレントに恋愛報道なんてあっちゃいかん。俺は認めんぞ。そんな暇があったら運動でもしたらどうだ。お前最近太ったと思ってたんだよ。道理でな。幸せ太りがよ。このままうつつ抜かしてたらお前の人気なんかすぐ地に落ちて、北斗もがっかりするだろうな。嫌ならもっと痩せて根性見せろ。そうしたら北斗とのことも正式に考えてやる。と詰められ、真面目な飯塚さんは真に受けてしまい、不要なダイエットをさせられていたというのだ。しかし、今回の件で目が覚めたという。自分が誰のために何をしたいのか。
そのために何を本当に頑張るべきなのかをしっかり考える療養期間にします。と記されていた。俺と同じように、飯塚さんの立場は誰でもなれるものではない。そしてここまで来られたのだから、自分の中にはやりがいや意欲がどこかにあるはずなのだ。与えられたものや環境に感謝し、それを生かして努力し続けようと思い立つことができたのだという。直接お礼を言うこともできず申し訳ない。と重ねて手紙は終わっていた。なぜ彼女は直接伝えられないか。実は飯塚さんの療養期間中でもあるその頃の俺は、警備会社を辞める直前だったのだ。そう。俺は再び決意を固め、医師に復帰したのである。前とは違う系列の病院の求人に応募したところ、院長が俺の騒動を知った上で歓迎してくれた。院長は、あのブログは私も読んでいたよ。君の対応や処置があのままだとしたら、君は何も間違っていない。むしろお手本としてどこかに掲載したいぐらいの個別応対と判断だと感じたよ。非があるとすれば勝手に特定したメディアだろ。これまで苦労したね。と励ましてくれた。他の職員たちがその騒動を知っているか否かはわからないが、今の病院では今のところ白い目で見られることはなく、ごく普通に接してもらえる。もしこの先にまた同じことが待っていたとしても、俺は自分の意思で医師に戻ったのだから、投げ出さずに戦おうと心に決めた。一方、療養期間が明けた飯塚さんは、元気と活気を取り戻して、再び芸能界に復帰し、再び活躍し始めた。テレビ局というマスコミもいる場所で、倒れた上にマネージャーの異常さが露呈したため、多少話題にもなったが、世間は飯塚さんに対する同情の声ばかり。そのマネージャーが変わった影響か、飯塚さんは以前よりもはるかに健康的になり、ダイエットやクッキングの番組に登場してどんどん人気を集めている。おそらく直接会うことはもうないだろうが、こうして画面越しに元気な彼女を見ているだけで俺も励まされる気持ちになる。2回目となる医師生活。俺も仕事を続けられる環境に感謝しながら、自分の意思で決めたこの仕事に邁進していきたい。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。